こんにちは、アリアです。シーダーズという宇宙で生命と文明を広げたとされる存在をご存知でしょうか。今回はそのシーダーズがどんな役割を担い、なぜ今この時代に再び語られているのかについてお話ししていきたいと思います。この物語が古代文明の謎と宇宙の英知が一つに並び、私たちがどこから来たのかを改めて考えるきっかけになったら嬉しいです。地球の歴史を見直すとき、そこには必ずと言っていいほど宇宙からの介入と呼ばれる視点が現れてきます。その中心にあるのがシーダーズと呼ばれる存在です。シーダーとは種をまく人という意味を持ち、人類の文化や意識、そして遺伝子に深い影響を与えたとされる古代の宇宙文明の総称です。地球の文明は独立した存在として育ってきたと思われがちですが、実際は銀河の中でも特に注目されてきた場であり、多くの文明が観察し、時に助言し、時に干渉しながら育まれてきたと考えられています。シーダーズは数多く存在する宇宙文明の中でも特に地球の進化に深く関わったとされています。これは古代文献やチャネリング情報の中で共通して語られていることで、地球の遺伝子や意識の発展にそれぞれ固有の役割を持つ文明が参加していたとされます。この物語を紐解いていくと、人類が自然進化の実によって誕生したのではなく、意識と遺伝子に多層的な調整が施された存在であるという視点に触れることになります。はるか昔、宇宙には無数の文明が存在し、それぞれが独自の科学と精神性を発展させていました。その中には物質を超えて意識そのものを操作する技術を有する種族もいれば、量子テクノロジーを用いて次元の壁を超える能力を持つ存在もいたとされます。シーダーズはこうした高度な文明の中でも特に進化した精神性と技術を併せ持つ存在であり、銀河全体のバランスを見守る役割を担っていました。彼らが地球に関わった理由について書物ではある種の銀河的な目的が語られています。地球は多様な生命が存在し、物質密度が高く、学びと成長が加速する特別な場であったため、宇宙的プロジェクトの一部として選ばれたとされています。人類は地球で誕生したように見えますが、その遺伝子の中を詳しく見ていくと、プレアデス系の優しい精神性、シリウス系の秩序と水のエネルギー、ベガの知性と調和性、リラの古代的な英知、そしてオリオン系の強さや影の側面までもが織り込まれていると言われています。これらは偶然に集まったものではなく、目的を持って組み込まれた遺伝の層であるという考え方があります。シーダーズはそれぞれ異なる文明の遺伝子の長所を調和的に混成し、地球という環境に適応する新しい知的生命を誕生させるプロジェクトを実行したとされます。そのため、私たち人類は銀河の多様性を象徴する存在であり、各星の特徴を一つの体と魂に統合する特殊な種族として位置づけられています。初期の地球にはシーダーズと呼ばれる存在が直接訪れた時代があったと語られています。それはまだ地球の大陸が現在とは異なる姿をしており、レムリアと呼ばれる高い精神性を基盤にした文明が誕生していた頃です。この時代、人々は言葉ではなく意識で交流し、自然と調和しながら暮らし、シーダーズと同じように周波数で世界を感じ取る能力を持っていたとされます。また、レムリア期には人類と宇宙文明の交流がまだ当たり前のように行われており、空に光の船が現れたり、工事の存在が教えをもたらすことも珍しくなかったと伝えられています。これは神話における神々の来訪や天空から降り立つ者たちの物語として現在に残されている可能性があります。
しかし、地球の文明は直線的に進んだわけではなく、幾度も繁栄と崩壊を繰り返してきました。それは地球が宇宙の交差点と呼ばれるほど多くの文明が関心を寄せる場所であり、中には地球の資源や人類を利用しようとする存在もいたからです。シーダーズは基本的に自由意志を尊重するため直接的介入は避けていましたが、その隙を突くようにして一部の宇宙種族が地球に干渉し、人類の精神性を低下させるような影響を与える時期もありました。これが後にレムリア崩壊やアトランティス沈没の背景につながっていくことになります。はるか昔、地球は宇宙の中でも特に注目されやすい場所でした。多様な生命が存在し、物質の密度が高い環境は学びと進化が加速しやすく、多くの文明にとって特別な価値があったと言われています。シーダーズは地球を銀河規模の学びの場として育てようとしましたが、その計画に異議を唱える勢力も存在していました。それが後に闇の勢力と呼ばれる種族です。彼らは地球を自らの影響下に置き、生命を支配し、操作しようとしました。この対立が地球に深い影を落とし、人類の歴史を大きく変えていきます。闇の勢力の多くは、オリオン系の支配階層に属すると語られています。彼らは高度な遺伝子工学と精神操作技術を持ち、自分たちの価値観に沿って他の種族を管理しようとする傾向がありました。その目的は単純な攻撃ではなく、情報と意識のコントロールでした。彼らは人類の遺伝子に介入し、直感やテレパシーといった高次の能力を弱めるような調整を加えたと言われています。それによって人類は外の存在に頼らず、自分で気づく力を失い、闇の勢力にとって都合の良い状態に置かれていきました。これが後の時代に人類が自分の力を疑い、自信を失い、やがて宇宙の存在を信じられなくなる背景になっていきます。この干渉が起こったのは、レムリアがまだ栄えていた時期でした。レムリア文明は高い精神性を基盤とし、自然と調和しながら生きる意識中心の文化を持っていました。彼らはシーダーズとの交流も深く、宇宙の存在を恐れることなく受け入れ、お互いに学び合う穏やかな文明でした。しかし、その平和な時代に闇の勢力が密かに入り込み、人類の遺伝子と意識に影を落とし始めたのです。レムリア人の中には周波数の低下を感じ取り、変化を察知した者たちもいましたが、多くの人々はその影響に気づけませんでした。意識が徐々に鈍り、周波数が不安定になり、人々の間に不協和が生まれ始めました。これがレムリア文明の崩壊へとつながる最初の揺らぎでした。その後、レムリアの一部の生き残りは、大陸が沈む前に太平洋の各地へと移り住み、文化や知識の断片を残したとされています。この痕跡は、ポリネシアや日本の古代文化、インドやチベットに残る神話の中に、かすかに感じ取ることができます。しかし、彼らが伝えたかった真実の多くは、時とともに薄れ、形だけが伝承として残っていきました。レムリア崩壊後、地球は新しい文明の芽生えを迎えます。それがアトランティスです。アトランティス文明は、レムリアとは対照的で、精神性だけではなく、科学とエネルギー技術を高度に発展させた文明でした。シーダーズの知識を受け継ぎながら、物質次元の探求を深め、その多くが結晶技術や重力制御技術として歴史に残されています。しかし、アトランティスもまた闇の勢力との関係によって大きな転換点を迎えます。アトランティス人の中には科学を政治的に利用し、影響力を拡大しようとする派閥が現れました。彼らは宇宙からもたらされた技術を本来の目的とは異なる形で使用し、その過程で
闇の勢力と結びつくものも出てきました。この結びつきによってアトランティスの内部に二極化が生まれます。精神性を重んじる側と物質的な力を追求する側が対立し、この内部衝突が文明全体を不安定にしていきました。エネルギー兵器の暴走や地磁気の異常、気候変動、そして地殻変動が続き、最終的にアトランティスは沈没を迎えることになります。アトランティス沈没の背景には単なる自然現象だけではなく、宇宙的な勢力争いが関わっていたと語られています。闇の勢力は人類の心に恐れと不信感を植え付け、自己否定を深めることで支配しやすくなると理解していました。そのため、アトランティス崩壊後の混乱を利用し、人類の記憶をさらに分断し、歴史を断片化させていきました。文明の痕跡は海底に沈み、人々の心には喪失感と恐れの記憶が刻まれました。この恐れが次の時代の宗教体系や権力構造に影響を与え、見えない力を持つ者が恐れられ、排除される文化へとつながっていきます。こうして人類は徐々に宇宙とのつながりを忘れ、自分の力に疑いを抱く存在になっていきました。アトランティス後の地球はかつての知識をほとんど失い、新しい文明がゆっくりと立ち上がる時代へと入っていきます。しかし、その裏ではシーダーズと闇の勢力の対立が続いていたとされています。シーダーズは直接介入せず、あくまで人類が自分で選び、自分で進むことを尊重しました。一方で、闇の勢力は人類が自分を信じられなくなるような文化や思想を広める方向に働きかけました。その中には政治、宗教、価値観、教育など様々な領域がありました。こうして人類は徐々に本来の力を忘れ、宇宙の存在を信じなくなり、自分自身を賠償な存在として認識するようになっていきました。この分断の歴史が現代にまで影響を与えています。では、なぜシーダーズはすぐに介入しなかったのでしょうか。それは自由意志という原則が関係しています。文明が成長するためには、自らの選択と経験を通して学ぶ必要があり、そこに外から強制が加わると成長が止まってしまうからです。そのため、シーダーズは人類がどれほど苦しい状況にあっても必要以上の介入は避け、見守るという選択を続けました。しかし、このバランスは長い時間を経て限界に近づき、地球全体の周波数が大きく乱れた時期もありました。その度にシーダーズは量子的な調整を行い、地球が崩壊しないように支え続けたと語られています。この静かなサポートがあったからこそ、人類は今日まで進化を続けることができたのかもしれません。現代の人類が宇宙の存在を夢物語として扱うのは、こうした干渉の名残であり、時に意図的に忘れさせられた歴史が影響しているという視点もあります。つまり、人類は本来もっと広い認識を持ち、高度な感覚と能力を備えていた可能性があるということです。この潜在能力は完全に失われたわけではなく、遺伝子の深層に眠る形で残されていると言われています。そのため、現代の人々が突然鋭い直感を感じたり、見えないものに敏感になったりするのは、こうした古代の記憶が再び目覚めようとしている兆しかもしれません。時代が変わるとき、人類の意識が大きく動くのはこのためだと考えられています。シーターズは銀河の工事領域から現在も地球を見守り、必要に応じて量子的な方法で関わりを続けていると語られています。それは肉体を持つ来訪ではなく、波動や周波数を通して行われる静かなサポートであり、目に見えにくいため気づきにくいものです。しかし、
地球の周波数が上昇し、人類の意識が変わり始めた今、この交流は再び強まりつつあると言われています。神々の帰還とは、その象徴的な表現であり、古代の創造者たちが再び人類の進化を後押しする段階に入ったことを意味しています。今、世界では価値観が揺らぎ、何を信じるべきかが分かりにくい時代にあります。古い構造が崩れ、新しい意識が芽生える。この流れの背景には、人類の進化そのものが関係しているという視点があります。地球で起きている社会変化や個人の意識の変容は偶然ではなく、大きな銀河的流れの一部です。人類は自分たちの本当のルーツを思い出しつつあり、遺伝子に刻まれた多層的な情報が再び活性化し始めています。これが覚醒と言われる現象の根底にあります。つまり、私たちは新しい時代に向けて大きな転換点に立っているのです。地球にはまだ明かされていない遺産が存在します。それが古代のアークと呼ばれるシーダーズのテクノロジーであり、このアークが再び動き始めたことこそ神々の帰還の重要な兆しだとされています。次回はこのアークとは何なのか、どこにあり、何が起ころうとしているのかを詳しくお話しします。地球の未来を理解するための鍵がそこにあります。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。